はい、こんにちは。山下夏実です。4月25日土曜日。今日は平塚海岸でスキムボードを楽しんでいきました。小波だったんですが、サイドウォッシュであったりとか、斜め波が結構来てました。いい感じに波長の秒数も長くて、そのおかげで結構テトラ前でも全然波はなかったんですけど、結構こんな感じで波が入ってきてます。この波サイズにしてはかなり良かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、良くも悪くも看板に大きな変化がなかったっていう条件だったので、あまり大きな波の変化もなく、結構長い時間こういう感じの波で楽しめたんじゃないかなと思います。波と波が重なった裏側のサイドウォッシュを狙ったり、そういう波が来ないときはフロント狙ったりとか、いろいろ選択肢はある波ではあったかなというふうに思います。こんな感じで外側に開いてくるやつに合わせて狙っていく。波が重なったところに合わせてその先を狙っていく。こんな感じです。サイドウォッシュなかなか練習できる機会がないからね、結構貴重ですね。普通の流し波もこんな感じでやりつつって感じです。基本はメインは普通の流し波が入ってくることが多いんですけど、その流し波がうまく割れなかったりとか、綺麗に割れなかった時にその波の裏側で割れたりする。こんな感じで手前の今のは小さいのに合わせてからその先の波に合わせていった。メインはこんな感じですね。これはちょっと波小さかったけど、そういうの合わせつつ、こういうやつですね。こういうの自体も外開きなんで、これとかはもうちょい引きつけて今出てここで合わせてもよかったんじゃないかなっていう感じ。そう、早く出るのが正解っていうわけではなかったかな。しっかりギリギリまで波見て早めに合わせるのがいいのか、ちょっと待ってから裏側のサイドウォッシュ狙う方がいいのかっていうのを判断していく感じの波だったかな。これとかは外開き、いい合わせ方、いいですね。こういう合わせ方がメイン。ナイスエア。これ高いね。これもやや外開き。ナイスライナー。これはファーストブレイクに合わせてライナー。ここからまたサイド押しが出てるかな。そう、こんな感じで。こうやってね、一つの波で続く波があったりとかがあったので、そこの見極めは結構重要だったかな。ナイスフロントサイド、今のは。さあ、いい感じに開いてって、流し狙い。いいね。この波サイズにして結構形が綺麗なのがわかるんじゃないかな。その分難しかったんですけどね。こういう小波でこういう波は特に見た目以上に難しいことはあるんだけど、比較的合わせやすい方ではあったかな。これは先の波がちょっと速いからリップに当たった時にスピナーかけていて、
スムースなターンからのライナー。いいね。ターンしてビッグスピン。さあこれ完全外開き。ただ先の波がちょっと小さいからパンピングするしかなかったかな。これは普通にライナー側だね。前出てワンアクション。これはややサイドウォッシュのやつ。ターンして前に出ていく。これもサイドウォッシュかな。先の波に当たった時にエアーしましたね今。これは緩い波に合わせてターン。本当はトリックまで行きたかったね今のだったら。インサイドでリッピングスピナーからの180。テイクオフしてラップライン。この辺の時間が一応ほぼ潮が変化しない状態での満潮タイムだったかな。この時間は少し外開きの波風が減ってて、こんな感じでたまにエアーしたりとかこういうライナーとかはあったりするんだけど、ややラップラインの方向がちょっと多かったかな。気持ちいい。これとかはちょっと位置が中途半端だけど、今のとかも多分左で当ててライナーよりかはラップの方が良かった。これはうまいね。よく見つけた。テイクオフ、コナミサイドウォッシュ当てて、これは先の波がなかった。これはリップで前出ようとしたけどうまく飛べなかったかな。さあうまい。これスムースな当て方かなりいいと思う。これはちゃんと当ててきましたね。3ショービット狙い。これはラップライン側。これは狙い良かったね。合ってると思います。ライナーショービット。もうちょっと加速してたら3ショービットいってたかな。そしてフロントサイド側。さあうまい。いい合わせ方。しっかりコナミサイド押しを加速に使って前に出ました。いいサイドウェイ。これ結構パワーなかったんだけど、しっかり波の前出れたやつかな。これ完全サイドに入ってる波がうまいですね。ナイスターン。今のはよく見逃さずにいったと思う。ライナーから3ショービット。いいコンビネーションだね。この辺りの時間からやや風がちょっとサイドの風が強くなってきてたから、波面に少しよれが出てるのがわかるかな。そのよれが出てきて
から波が変わることも特になく、ずっとこんな感じだね。別に今日は風の影響で波が変わるってこともなく、ほぼ同じ条件のままでした。うまい。ビッグスピン狙い。ちょっと板がうまく跳ね上がんなかったかな。まあちょうど満潮すぎて、形状の満潮すぎて、ちょっと引き始めた時間でまた、少しこの辺はサイドウォッシュで始めてたから、それを狙っていってる。ナイスターン。ナイススリーショビット。これ、いいライディングだったね。これはラップライン側だけど、位置が悪いね。この合わせ方、いい感じですね。しっかりね、2回ターンする、2回レールを入れるんですけど、2回レール入れるんですけど、その中で途中でレールは抜かないっていうのがすごい重要かな。こういう横に開いていく波は。レールが抜けてしまうと、パワーのいい感じのポジションから外れて、結構その後続けてライディングするのが難しくなってしまうので、これとかが今のポジション間違えてね、続かなかったんだけど、ポジション間違えないことがすごい重要。常にレールを入れ続けられるような状態を作っておくことがすごい大切かなと思います。いいですね、これも。ナイス合わせ方。まあ、かなりサイドウォッシュの合わせ方が上手くなったんじゃないかなと思います。これもいいね。最後180でコンプリートしてる。こんな感じでね、結構波が変わらず、ずっとね、こんな感じで平塚では珍しいサイドウォッシュの練習ができた日となりました。波は小さかったですけど、こういう条件で練習できることはなかなかないんでね、小波でもしっかり形がよくいい練習できたかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。